実質へ戻ろうとしたところでキャナリーに声をかけられた。キャナリー、おはよう。おはよう。どこかに出かけていたのね。部屋をノックしても返事がないから心配しちゃった。ごめんなさい。早く起きすぎたから散歩をしていたの。そう。大丈夫？体冷えていない？大丈夫よ。少しだけ肌寒かったけど気持ちが良かったわ。それなら良かった。キャナリーは物柔らかに笑うと部屋に戻るようアルエットに促した。昨日アドラー先生からお話しされていると思うけど、服ができたのよ。早っ。少し遅れて部屋を訪れたキャナリーは皆が着ているのと同じ見るからに上質そうな黒衣を腕にかけていた。おー、かわいい。キャナリーは退出し、一人残されたアルエットは早速制服に腕を通す。制服自体の着心地には満足した。肌触りが良く、生地の薄さに比して暖かい。ストッキングやガーターには違和感と窮屈さを覚えたが、どうにか慣れていくしかないだろう。それよりも、とアルエットは手元に残った謎のパーツを前に首をかしげた。あら。それは2本の太いベルトで構成されていた。片方は腰を巻き、もう片方は股間から尻までを通る。低層体や。おそらく下着のように履くのだろうと見当はついたが、何のためにという疑念が着用をためらわせた。下着なら昨日のうちに支給されているし、何よりこのパーツは不必要に重いのだ。手かせ足かせならぬ腰かせという聞いたこともない言葉が頭に浮かぶくらいに。おまけに腹のあたりに錠前らしきものがついている。付属の鍵で部品を外すことによってようやく着用が可能になるらしい。その容易に脱着できない物々しさもまた忌避につながった。アルベットはしばらく逡巡した後、素直にキャナリーに聞くことにした。どう？着れた？キャナリー、これは何？ああ、それはメイデンコルセットよ。キャナリーはこともなげに耳慣れぬ言葉を口にした。彼女の解説によると、これは下着の上からつけるものらしい。脱着方法は先刻アルエットが思いついた通りで、解錠と施錠の手間を省くことはできないようだ。コルセットって本来はウエストを締める下着のことを示すのだけど、学園におけるコルセットはだいたいこれのことね。キャナリーは服の上から遠慮がちに自らの下肢を指す。彼女の下肢にもこの重くて煩わしいものが装着されているのだろう。重いわ。どうしてつけなきゃいけないのかしら。それはよくわからないわ。規則で定められている以上は必要なものなんでしょう。つまりあれやろな、禁欲ってまさにそういうことやもんな。これずっとつけていないといけない？外していいのはお風呂と用を足すときくらいかしら。寝るときも？そうね。
キャナリーの前でなるべく負の感情を出すまいと努めているが、取り繕う余裕もなくため息が漏れてしまう。最初は煩わしいでしょうけど、すぐに慣れるわ。煩わしいというのもそうだけど、何より不衛生な気がして。下着と同じ扱いで考えればいいわ。毎日洗濯かごに入れておけば、翌日には綺麗になっているから。物質である以上、劣化もあるけど、増加術で修繕することもできるのよ。だから、毎日新しいものを着用できると考えて。アルエットは一度部屋に引っ込み、なんとかメイデンコルセットを身につけた。予想していたよりも重い。腰の骨に引っかかるせいで、慣れない場所に慣れない負荷がかかる。これからずっとつけていなければならないかと思うと余計に煩わしく思えて、アルエットの口からさらなるため息が漏れた。キャナリーの言う通り、慣れるしかないのだろう。一刻も早く違和感が消えることをアルエットは心から願った。歩き方はどうしてもぎこちないものになった。一歩ごとにメイデンコルセットが擦れ、腰に負担がかかる。なんとなくずり落ちそうな不安にも襲われて、アルエットは服の上から何度も手をあてがった。ただ、救いにもならないが、アルエットにはそれ以上に気がかりなことがあった。キャナリーに先導されて向かう先は食堂。つまり、この学園に来て初めて他の生徒たちと一緒に食卓を囲むことになるのだ。大丈夫そう？平気よ。先送りにしたって意味がないもの。そう強がりを口にしたものの、内心ではそこまで割り切れてはいなかった。霊産軌道で味わった注視やざわめきに再び耐えなければならない。あの時のドロドロと渦巻いた嫌悪と警戒に今度は嫉妬と不満も入り混じっていることだろう。その瞬間の空気を想像するだけで自然と身がすくむ。空腹のはずなのに胃は小さく縮こまって何も必要ないと訴えているようだった。っていうか、キャナリーでかくね？胸。ある程度、アルエットもまあまあでかいと思ったけど、こうやって見ると倍くらいあるやん。キャナリーお前マジか。ロリ巨乳ってやつか。けれど逃げたところで仕方がない。いずれ直面し乗り越えねばならない試練だ。食堂に着く前から一般寮の方から来た生徒たちの視線は安入れのようにアルエットを摩耗させた。それでも心配そうなキャナリーの視線に精一杯の笑顔を返してアルエットは食堂へと足を踏み入れる。予想通り空気はいいものとは言えなかった。アルエットが姿を現した瞬間からざわめきの質が明らかに変化した。食事は一般クラスの生徒たちが持ち回りで用意し、特進クラスが入場する前に支給することになっているという。突然現れた不審者が自分たちより上の立場になり、
それに対して奉仕まがいのことまでしなければならない。そんな理不尽な状況に対する鬱憤もよどみの一因だろう。アルエットは動揺を顔や仕草ににじませないよう心がけながら先導するキャナリーについていく。この場において最も望ましいのは必要以上に臆さないこと、それでいて堂々たる印象を与えないことだ。臆しても堂々としすぎても足ざまに言われる隙になる。平坦で単純な存在感を醸して空間に溶け込むしかない。席に着いてからもあちこちから立ち上るささやきはやまない。それどころかアルエットの平静に苛立ったかのように暗い熱を帯び始めている。周囲で絶えず濁った風が渦巻いているようだったが、アルエットは滑淡と背筋を伸ばすことを心がけた。と、そこにドンとアドラーの靴の音がして、いよいよ喧騒へと膨らみかけていたざわめきは止んだ。騒がしいですよ。いつまで囁き合うつもりですか？広い空間にもかかわらず、アドラーの声はよく響く。転入生の存在が物珍しいのはわかります。が、あなたたちは自分の心が乱されたことを恥じ、一刻も早く沈めなくてはならない。そういう立場です。アルエットは適正検査に合格し、その際の数値によって特進クラスに振り分けられました。いささか例外的な経緯をたどりましたが、それだけです。学園の風紀が乱れるとしたら、それは彼女の存在のためではなく、それにいつまで経ってもなれないあなたたちのせいかもしれません。わかりますか？アドラーが論説を終えると、そこには水を打ったような静寂があった。昨日ルクがアルエットの追放に対したのと同じように、アドラーのセリフはノリに従って発せられただけなのだろう。けれどアルエットにとってはありがたかった。昨日からずっとこの学園の禁欲的な規則に臆していたが、今はそのノリに救われたのだ。よろしい。では、ここからはいつもの晩餐です。アドラーはロビンを指名し、ロビンは霊賛騎士を唱え始めた。生徒たちがそれに続いて唱和する。昨晩、キャナリーのくれたメモを見ながら何度も言葉をそらんじたアルエットは、ごわごわと小声で祈りに従う。手と足に鎖を、その髪に茨を、内なる獣に鞭を。手と足に鎖を、その髪に茨を、内なる獣に鞭を。汝、花園にありて、花を倒ることなかれ。汝、花園にありて、花を倒ることなかれ。あ、そういうことか。花園にありて花を倒ることなかれっていうのは手出すなって話や。うん。ゆりが禁止ってことやんな。ガールズラブ、ノットガールズラブってことか。なんとか場を乱さずに唱和することができたと思う。ほっと息をついていると、生徒たちは揃って食器に手を伸ばした。どうやら霊賛騎士を唱え終えることが食事の合図らしい。アルエットも慌ててそれに倣う。いただきます。物慣れの自分自身のためにごく小さな声で唱えてから食事に移る。料理そのものに不安はなかった。昨日は昼と夜の2食を実質で食べたが、食材に見当はついたし、味も舌に馴染んだ。
残された懸念はテーブルマナーだが、これも生徒たちの様子を見る限り、アルエットの中の常識と乖離はなさそうだ。美味しい。そうして様々に気を揉みつつ、ようやく運んだ一口目は意外なほどに美味しかった。考えてみれば、出来たての温かい料理にありついたのは初めてだ。気鬱に塞がっていた胃がようやくほころんで、控えめに空腹を訴え始める。ハルエットは食事を終えるタイミングが大きくずれないよう気を払いつつ料理を堪能した。ごちそうさま。口の中で小さくつぶやいて食器を置く。緊張に満ちた食事ではあったが、それを味わいながら腹を満たせたのはいいことだと思えた。食堂から出て、外の大気を胸いっぱいに吸う。キャナリーが心配そうに声をかけてきた。どうだった？ちゃんと味わえたかしら？すごく美味しかったわ。ハルエットは素朴な感想を述べてから、キャナリーが案じていたのは食事の味ではないと気づく。最初は少し居心地が悪かったけど、アドラー先生が諌めてくださったし、お食事が美味しかったから、途中からはもうそっちに夢中だったわ。そう。それならよかった。きっとみんな、じきに慣れてくれるわよ。ええ、そうね。にしても、ハルエットは食事の間に浮かんだ疑問を改めて口にした。食事って一般クラスの人たちが作っているのよね。あんなに美味しいものをあの人数分だけ用意するなんて大変じゃないの？ああ、食事はあらかじめ用意されているものを装置にかけて温めるだけなのよ。へえ。あらかじめ用意？もしかしてそれも増加術？詳しくは知らないけど、たくさんの備蓄があるんですって。全員の食事をあと数年分は賄えるくらい。そうなのね。備蓄が尽きたら？さあ、どこかから仕入れるのかも。きっとアドラー先生ならご存知だと思うわ。なんか怖いな。この話ちょっと怖いな。すごいなんか安い考察だけどさ、なんかあれなんかね、もうこの外の世界に人は誰もおらんくてさ、なんかこの子たちがこのバラに覆われた世界を何とかする、その最後の希望というか、そのためになんかシェルターとかも、ここは多分シェルターなんかな。いや、それはさすがに安易すぎるか。なんかでも怖いな、この表現というか。これだけ様々なことができるのになぜ料理だけは増加術で作らないのだろう。新たな疑問が生まれてしまったが、飲み込んでおくことにした。まあ確かにそうか。けど、消耗品って多分作れないんじゃないかな。だって、バラの例えがそうだったけど、例えば、バラね、ルクの作ったバラは、まだ入学当時に咲かせてから一回も枯れてないっていう話やねんかね。けどそれって、なんだろう。劣化しない、なくならないっていうことだから、つまりそれを食品に応用するとすると、ね、食べてもなくならないっていうことになるわけだから、それは都合が悪いやろ。かといって、なんか力の弱いね、ものがあったら、すぐに、バラが枯れるように食べ物が傷んでしまうから、ダメなんじゃないかな。うん。昨日からキャナリーを質問攻めにしてしまっているという気遅れもあった。
何より午前の授業時間が迫っていたからだ。アルエットにとって最初の授業は増加室で行われた。緊張がないわけではないが、朝食の席に向かう時に比べればずっと気は楽である。増加術という不思議な技術への期待もあって、どちらかといえば前向きな気分だった。それでは、本日の授業を始めます。アルエット、あなたにとっては最初の授業ですね。はい。よろしくお願いします。かしこまって頭を下げるが、これといった反応はない。アドラーの醸し出す威圧の空気の中で、居並ぶ特進クラスの少女たちは一様に石像のような沈黙を保っている。授業中の死後は禁じられているのだ。すでに昨日、あなたは中庭のバラを見たかもしれません。あれは生徒たちが実習として咲かせているものです。はい。キャナリーから説明を受けました。それなら話は早いですね。造園の過程における最重要課題は、中庭に赤いバラを咲かせることです。もちろん、どんな形であれ、とにかく咲かせればよいというわけではありません。品種は定められていますし、評点が基準を超えることを求められます。まずは、この授業の到達点について、見本を見せましょう。ロビン。はい。呼ばれたロビンが進み出て椅子に腰掛ける。その前に置かれたガラスドームは適正検査の際と比べて一回り大きい。ロビンが目をつむって念じると、ほどなくしてドームの中に真っ赤なバラが一株現れた。大きめのガラスドームは詰まるところ小さな庭園を作るために用意された土地ということらしい。思わず簡単のため息が漏れる。キャナリーが評した通り、ロビンの作るバラは綿密で美しい。緻密か。端正に花弁を開いたバラの花もさることながら、それを飾るノコバの金星が好ましい。どの角度からも絵になる配置なのに、人工的な気配は皆無だ。中庭で見た時も見事なものだとは思ったが、単体で切り出して作品として見せられると一層魅力的だった。メイデンの名を冠する品種です。シュラブ樹形に分類されてはいますが、枝にはある程度の太さと硬さがあり、縦方向にすっきりと育ちます。全く知識のないところに、奇形だの枝ぶりだのについて言及され、アルエットは動揺する。しかし質問を口にする前にアドラーは淡々と続けた。ここで詳細を把握する必要はありません。後ほど知識を得る方法についても説明しましょう。造園の授業において最終的に目指すのは文字通り庭園の増加です。すでに特進クラスではほとんどの生徒が9大点を獲得するに至っています。それでも9大点なんだ。ほとんどの生徒。なるほどね。アルエットの視界の隅でマコーが後ろめたそうにうなずいた。うつむいた。アドラーのほとんどということと組み合わせると、彼女の悩みを察するのはたやすかった。見るからに真面目そうなマコーが学びにおいて遅れをとっているらしいことは意外だった。ただ学べは身につくというものではないのかもしれないという危惧が湧く。あなたが特進クラスに居続けるためには、最低でもあと3週間以内に、
この領域へ到達する必要があります。3週間。はい。特進生徒としての資格を問う選抜が3週間後なのです。ほーん。昨晩、キャナリーに家庭の説明をされた際に少しだけ話を聞いていた。特進クラスは入ればそのまま居続けられるものではなく、ある時期が来るごとにその資格の有無を問われるらしい。アルエットとしては特進クラスにはさほど執着しておらず、むしろ在籍することの重圧を感じている。けれど異端者として注目を浴びる身としては生徒数の少なさにも救われていた。故に部粋は承知で、できることならこのままの待遇でいたいと思う。難しいかもしれませんが、頑張ります。なるほど。当たり障りなく返事をすると、アドラーはうなずき、軽く靴底を打ち鳴らした。それを機にロビンが席を立ち、ガラスドームの傍らにある装置に手を伸ばす。するとドーム内にできていた庭園は細やかな粒となって消えた。ドームの入れ替えをお願いします。アドラーが声をかけると少女たちは示し合わせたように動いた。大きなドームが片付けられ、この間の適正検査の際に使った小さなドームが運ばれてくる。それではアルエット、早速あなたの実習に移りましょう。ここに中庭のような赤いバラを咲かせればいいんでしょうか？はい。先に言っておきますが、最初からうまくいくとは限りません。あなたの現在の実力を測るための試みだと思ってください。アルエットの不安を見抜いたようなアドラーの言葉だった。適正検査の時は花なら何でもいいと言われたから、自分の頭の中にあった花を奔放に咲かせることができたのだ。しかしバラについては過去にどれほど触れ合う機会があったことか。ただでさえ自信がないのに品種さえも指定されているのだ。中庭で生徒たちの作品を見はしたが、さすがにそれだけで十分な情報を得られているとは思えない。わかりました。だからそういうことやんな。ロビンが選ばれて、やっとるってのは、やっぱりその、ものの造形を理解しとるっていうのがでかいんだろうね。けど、ロビンは1位じゃないんだよな。うん。ルクとか、ね、あのあたりとかもおるわけだから。だから、マコーが下手なのはそこなんだろうな。多分力はあるんだけど、どういう風に咲かせたい。ね、キャナリーとかはほら優しいバラになっちゃうわけやねんか。その人の性格が出るから、どうしたいっていう目的がないから、その具体的なビジョンが生まれずに、バラの造形も、拙くなるっていう。だからこそルクとか、あとは、何やったっけ。まあ、その他、ロビンとかもそうだけど、ちゃんとした目標というか、ね、こう咲かせたい、こういうものだっていうものがある子たちは、そういう風に、ちゃんとした具体的な花を咲かせれるってことやんな。何にせよアドラーに命じられたのは不敵を承知で試みることだ。アルエットはうなずき、乙女をかたどった椅子へと歩み寄る。予想通り見よう見まねでバラを作る作業は難航した。バラというものを思い出そうとすればするほど脳内の映像がぼやけていくようだ。まるで暗闇で粘土をこねているようなもどかしさがあった。画面の配置はこれで合っているのか、枝ぶりは、葉のつき方は、花を支える加工は、額は、すべてにおいて曖昧だ。出来上がったものを見て、アルエットはため息をついた。
不安に思った箇所はことごとく失敗していて違和感だらけだ。造形に気を取られるあまりか、全体的に正気を欠いていて、細部においても褒められるところがない。あえて品評はしません。どこがどうとまでは言えなくても、不出来であることくらいはわかるでしょう。はい。想像と実像の乖離は、学習によって埋めることができます。うんうん。学びと実践を重ねるごとに、想像を精密に具現化する術が身につくでしょう。うん。だからロビンは具現がすごいんだろうな。だからルクとかは想像が強いんだろうな。自分はこうっていう、こういうものっていう。では、このバラの組成情報を記録し、中庭に移します。はあ、そういうこともできるんだ。なるほどね。これがみんなにさらされるわけか。プークスクスみたいなことになるよな。アドラーは装置を操作した。ドームの中身は先刻ロビンが作ったものと同じようにきれいに分解されて散ったが、エテルの組成情報は記録され、中庭の花壇に再現されるとのことだ。最善の不格好なバラがあの美形揃いの中庭に飾られるのかと思うと、恥ずかしさで身が縮む思いだった。初めてにしては上出来よ、アルエット。再びドームの入れ替えを行っている時にキャナリーが控えめに声をかけてくれた。彼女らしい気遣いに満ちた慰めだと思ったが、キャナリーの瞳には素直な感嘆が浮かんでいる。アルエットははにかんでありがとうと返した。